こんにちは、マリです。母が新しい介護施設に移ることになりました。ここ最近、そのための準備に追われてます。必要なものをあれこれ揃えてますよ。なんだか子供の入学準備をしてるみたいです。新しい施設で母が快適に過ごせるように、そんな願いを込めて今日は替えの枕カバーを縫いました。枕カバーなんて買ってきた方が早くて安い確かにそうですね。でもまあお裁縫は趣味だし、余り布もたくさんありますからね。木綿の布で作った枕カバー、あっという間にできました。ついでに麻布のタオルも縫いましょう。今は便利な合成繊維がたくさん出てるけど、寝具やタオル、布巾はやっぱり天然のものが気持ちいいんです。新しい施設へのご挨拶に手作りのお菓子を持っていきます。最近の私の一押しクッキー、フロランタンを作りますよ。無塩バターを常温に戻して練って滑らかにして、お塩とお砂糖を加えてよく混ぜます。卵は少しずつ加えて、その都度しっかり混ぜるのがポイントですよ。そうそう、卵を常温に戻しておくのは絶対に忘れちゃいけない、これまた大切なポイントです。きれいに混ざったら薄力粉をふるい入れて混ぜますよ。こねないようにさっくりとね。ボウルの縁に生地をこすりつけて空気を抜くというか、生地を均一にします。冷蔵庫で30分は休ませましょう。休ませた生地を伸ばしていきますよ。25センチの真四角に伸ばしたらピケします。
ピケっていうのは生地が膨らまないように細かい穴を開けることです。そうしたら160度のオーブンで10分焼きます。アーモンドスライスも一緒にローストしますよ。アーモンドの焼き時間は6分だから途中で取り出すのを忘れないようにね。クッキーが焼き上がる頃を見計らってキャラメルナッツの準備に取り掛かります。お鍋にお砂糖、バター、生クリーム、蜂蜜を入れて弱火にかけて沸騰させます。時々お鍋をゆすって混ぜながら沸騰させますよ。煮立ったら火を止めてアーモンドスライスを入れてよく混ぜます。そうしたらクッキー生地の上に広げます。あとはオーブンにお任せです。焼き時間は170度で20分ぐらい。オーブンの中でアーモンドスライスがこんがりと焦げていい匂いがしてきました。美味しそうに焼き上がりましたね。美味しそうじゃなくて本当に美味しいんです。食べ出したら止まりません。10分ぐらい粗熱をとってまだ温かいうちに切り分けますよ。縁を切り落としてから 4×4 合計16枚のフロランタンができます。1枚は私のお腹の中へ。味見は大切ですからね。おいしい。手土産はフロランタンだけじゃ足りないかな。というわけで抹茶のマフィンも作りました。こっちはバターではなく植物油で作るお菓子です。ホワイトチョコを散らして味をワンランクアップさせましょう。
緒に入ってる。この1年、母はサービス付き高齢者住宅で暮らしてました。略して左高樹と呼ばれる施設で、身の回りのことが自分でできる高齢者向きの住宅です。職員さんが安否確認をしてくれて、食事が出て、同じ建物にあるデイサービスに通えて、母にぴったりの施設だと思ってました。そこでずっと暮らせるといいねって思ってたんですけどね。でも左高樹では体調を崩したら介護や看護はしてくれません。母が体調を崩してからは毎日私が通って看病したり病院に連れて行くことになりました。そんなことが2週間ぐらい続いて、結局母は入院したんです。2ヶ月の入院で体調は回復したけど、ずっとベッドの上で過ごしてたせいで歩けなくなりました。あっという間に足腰が衰えてしまうのは予想してたけど、話をする相手がいなくて言葉が出なくなったのには驚きました。誰かとおしゃべりするって本当はすごく大切なことなんですね。それがよくわかりましたよ。おしゃべりは口だけじゃなくて頭もすごく使ってるんだなってね。私自身も反省です。一人で家にこもってないで外に出て友達とお話ししなくちゃなってね。まあそんなわけで母は左高樹では暮らせなくなったので、今度は介護付きの老人ホームを探しました。なんで何軒か見学に行ったけど、今回の施設選びは悩ましかったです。この施設はこの部分がいいな、でもこの部分はあっちの施設の方が便利だなって一長一短で決めかねました。で、最後はどうやって決めたのかというと、私が面会に行きたくなる施設にしました。明るくて開放感があって掃除が行き届いてる老人ホーム。それにもしかして一番の決め手は部屋の窓からの眺めかもしれません。目の前にある公園に大きな桜の木があって花が満開だったんです。この桜を母に見せてあげたいな、そう思って決めたんですよ。そんな理由で決めちゃっていいのかなって迷ったんですけどね。それでよかったと今は思ってます。母にはもっともっと長生きしてもらって来年の春は一緒に桜を見たいなってそう思ってます。それに施設の職員さんは明るく挨拶してくれて話しやすい人ばかりですからね。そういえばこの何年か
母に付き添ってあちこち行くようになって、嫌な人に会ったことがないんですよ。お医者さん、看護師さん、薬剤師さん、ケアマネさん、施設やデイサービスの職員さん、介護士さん、みんな気さくで優秀で、介護のことを何も知らない私がとんちんかんな質問をしてもとっても丁寧に答えてくれるし、すごく頼りになる人ばかりでした。母の付き添いで時間が取られちゃうと時々文句を言いたくなることもあったけど、素晴らしい人たちとの出会いは母に付き添ったからこそ得られた宝物だと思ってます。たくさん作ったおにぎりは冷凍して私のお弁当にします。この間作ったピンクのエプロンに刺繍しますよ。今回も麦の図柄です。麦の方をふっくらさせたくて刺し方を変えてみました。バリオンステッチという刺し方らしいんですけどね。失敗。難しいステッチに果敢に挑戦して、その結果がこれでした。30点かな。努力点を足して50点近くで見るのは私だけですからね。これで十分です。点数よりも楽しく刺繍ができたこと、何かを完成させたことの達成感の方が大きいです。上等な紅茶を入れて抹茶のマフィンを食べましょう。今日もやっぱり幸せな一日でした。最後まで見てくださってありがとうございます。次の動画でまたお目にかかりましょう。